下の名前がゆうきなんですけど、ゆうきお兄ちゃんってかわいい。よし。はい。お願いします。
こちらです。こちらです。はい、おしまい。
お疲れ様です。お疲れ様です。はい、行こう。よっしゃ、よし。お願いします。どうした？よいしょ。
よいしょ飛脚2月1 123 123 3 123 9 123 10 123 5 1 0 やめ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8黙走よしよっしゃ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 明日から15日間頑張っていきましょう。よーよっしゃよっしゃはいはいヒヤにしようかなと思って冷蔵庫でよし今日の稽古はどうでした？いい感じです。いい感じです。明日から初場所です。今心境は？いつも通りですね。しっかり頑張るだけなんで。大竹部屋チャンネル。今日のメニューは塩ちゃんこと焼き鳥とあとカレーグラタンとタコのバターソテ品数かなり豊富です。ー、でもグラタンは前作ったポテトサラダをあれして再利用してカレーも前作った残ったカレーを上にかけてやるだけ。今回のこだわりポイントと何かありますか？こだわり、まあその残ったものを無駄にしないでこうね、うまいことまた使って食材を無駄にしない差し入れでいただいた串に刺さってるこの辺からこっちの方が湯気たってるし。美味しいし何ですか？カレーグラタン。よくわかんない味してます。あんまピンとこない味。ポテサラにあ、言ってましたね。ポテサラ下ポテサラなんで美味しい。ちなみに宇野さん年末年始何されてたんですか？年末年始、1月場所初場所近いんでそんなに休まないように1月1日からジムに初詣行ってト
トレーニングしてました。ジムのおみくじどうでした？大吉ですし。どういうことですか？いや、ジムに初詣は分かるけど、おみくじってなんですか？あるかなと思って、1月1日にジム行って、ジム行って、他にはなんか何もしてないですね。どこにいたんですか、1日は。いや、普通に部屋にいて、朝挨拶、新年の挨拶して墓参りに、祖父の墓参りに行って、そこからちょっと休んでジム行って、そこから記憶ないです。寝てた。記憶ないです。じゃあ次の人にパスします。さよなら。めちゃくちゃ美味しいです。酒井さんは年末年始何されてたんですか？知り合いの家に呼んでいただいて食事させていただきまし何食べたんですか？た。おせち。いいですね。おせちですね。あとなんか何食べた？何食べた？これといっておせちの中だったら何が好きですか？伊達巻きですね。はい。美味しかったです。伊達巻きがお好きなんですね。2日は何日まで休みだったんですか31、12です。何したっけ？結構ゆっくりしてたというか、だいぶゆっくり。休みは休むための休みでもありますからね。そうですね。ちゃんとゆっくり休んでたということ。ほら、31日1月1日に年明けて、そこの神社にお参りに行きました。12時過ぎ、夜中のだけです。近くの。はい、そこの清澄2丁目のその餅つきあったじゃないですか。はい。そこの神社お寺神社ですよね。神社ですね。神社に、初詣行って、はい、誰もいなかったです。しっかり休めたということで。もうだいぶしっかり休めました。それ今食べてるのは何ですか？つくねです。見たら分かるんですか？お前そんなこと聞いてくんなよと。すみません。いやそれも焼き鳥だったら何が好きですか？つくねと桃と皮と砂肝。結構焼き鳥好きですね。はい今日の焼き鳥はどうですか？美味しいですか？はい美味しいです。森浦さんは年末年始何してたんですか？年末年始はい元旦は家に帰りまし実家に。た。はい実家に帰省しました。結構頻繁に帰られるんですか？去年とかは正月とあとお盆です。今回帰って何してきたんですか？はい家族と過ごしてきました。その様子を見ると楽しかったようですね。はいお寿司とか雑煮とか食べました。いいですね。家族団らん感があっていいですね。はいありがとうございます。兄弟とかいますか？兄弟自分入れて4人兄弟の一番下です。あ、そうなんですね。初めて知った。はい知ってました？知ってました。
お姉ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃんですよね。はいお姉ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、おじいちゃん。はいそうですじゃあもう、本当に末っ子なんですね。はいそういう時はもう家族みんなで集まるみたいな感じなんですか？あと長男だけ家にいて長女と次男のお兄ちゃんは結婚してるんでああ、なるほど。家を出ててまあ連絡したら来てくれますはい兄弟仲いいんですか？はい仲いいです結構離れてるんですよね。はいそうです一番上とどのくらい離れてるんですか？一番上お姉ちゃんですよね。お姉ちゃんですけど12歳マジかなりですね。はいそして前に来たんですよね、あ、お年玉ができたんですか？あはいいいですね。いいですね。喜んでくれました？はい喜んでましなんて呼ばれてるんですか？たいやこちゃんでこちゃん。え、なんかその特殊なあれがあるんですか？なんて呼ばれてるんですか？なんて呼ばれてるんですか？いやはい自分の下の名前がゆうきなんですけどゆうきお兄ちゃんってかわいい。めちゃめちゃかわいいじゃないですか。超いいじゃないですか。何歳ぐらいですかもう。こちゃんこちゃん。お姉ちゃんの方は上が女の子で大学生ですそれで言ったらもう結構大学何年生ぐらいですか？いやまだ入ったばっか12年2年ですね去年入ったって言ってたんで今年で4月から2年ですもはや須崎さんの方が年近いですよね、多分ね。一番年下って須崎さんですよね。だからもう須崎さん事実上甥っ子っすね。違う。違うか。お二人年末年始なんかしてたんですか？年末年始いや、俺と風呂行ったじゃん。31日。あ、そうだった二人で2人で行きました。銭湯ですか31日、豊洲の方の、なんか、なんだっけ、名前。万葉の湯万葉の湯っていう、なんか、温泉施設みたいな。二人で2人で、はい。それどうやって行こうぜってなるんですか？どっちから誘うんですか？で俺から誘いましたけど、自分が、まあ、温泉行きたいな、お風呂入りたいって言ってたら、そうそう誘っていただいて、こてつそういう形で、そう来いや行くぞいや、誘われなかったです。誘われてないです、こてつに。行きたかったっすか？行きたかったです。えチケットが、 2人で行ってきました。仲良く。でも行きたかったっすね。もうですよね。行きたかったです。誘いたかったです。二人が良かったんですか？いや、そういうわけじゃなくて、チケットが2枚しかなあくて、、なるほどなるほど。まあ、兄弟2人で行ってもね、そういう。ちょっとね、ただ今度の機会に兄弟2人で行ってきます。お願いします。それが31。はい。31それ行って、で、それ帰ってきて、年越しそばをみんなで、お風呂行ったの夜行って、でそのまま帰ってきて、みんなで年越しそば食べました。おかみさんがエビ天大量に買ってきてくれて、それを乗っけて、年越しギリギリに食い終わるくらいに
攻めた年越しでしたね、私は。年越しは何人ここにいたんですか？何？結構みんなモガさんいたよ。モガさんそば食ってた。みんないました？もしかして。土屋さんとみんな。いました。何人かいました。まあ正確には覚えてない。覚えてない。それをそばを食べて、なんか噂による作ったみたいなことを聞きましたけど。そば、まあ出汁だけ出汁からちゃんとやりました。はい。誰がナヤが作りました。えナヤがやりました。美味しかったの？あ、美味しかったです。言わせたみたいな。年越しそばとうどん派閥があるじゃないですか。そばじゃないですか？なんか最近うどんないですか？そばでしょ。年越しそば。はい。いや僕そば派ですけど。なんで聞いたの？それがじゃあ31日の思い出ですね。みんなでじゃあここで年越ししたみたいなことですかそう。？1日2日は何してたんですか2人は。1日は大砲親方のお墓参りに行って、で帰ってきてから昼飯食べてずっと寝てました。しっかり休んでますね。はい。やっぱ初場所2日は寝てました。ってことは寝てたってことですね。はい主に、はい主に寝てたっていう。はい。ナイさんは僕はもう内緒です。内緒？名刺は内緒なんですか？はい。言えない。言わない、言えないじゃないです。言わないです。あ隠してるわけではないけど隠してるわけじゃないですけど、あえて言わないよっていう。あえて言わない。その全部教えるわけないよねってことですね。はい。言うことと言わないことがあるよ。そうです。ミステリアスですね。1日と2日は言わない。1日はだから祖父の墓参りに行きました。それ以降に関しては何もしてないんで言うことがない。言うこともない。本当に何してたか。初詣行きました。初詣。部屋の近くの神社に。はいはいはい。じゃあまだおみくじはしてないですね。おみくじは引かない派です。あ、聞かない。引かないです。なんか、はい、大吉じゃなかったらきついじゃないですか。悲しい。悲しいんで。悲しいからやっぱり。なるほど。はい。田崎さんははい。年末年始何？大晦日。大晦日ここでみんなでそば食べて。はい。で、まあ、あれ、半ぐらいに多分、そば食べ始めて。親方の息子さんが、12時までに食べきらないとって言ったんで、急いで食べて、で、ちょうどこの年越す瞬間、テレビでカウントダウンするじゃないですか。こう見てたら、また親方の息子さんが、みんなでジャンプしようって言ったんで、かわいい。っ一緒にジャンプさせてもらいました。てことはもしかして2026年になる瞬間、飛んでました。地球上にはいなかったってことですね。飛んでました。はい地球上にいなかったらまた違う。地球上にはいたんですけど、飛んでたってだけです指摘を受けられたな。それはすごいでしょ。地球上にはいました。はい、すいません。はいごめんなさい。別に外でやったわけじゃない。はい、ごめんなさい。はい。すいません。もう勘弁してください。はい。許してくれますか？ちょっとなんか変だなと思って。はい、ごめんなさい。1日は1日は大砲方の墓参りして、一回部屋帰ってきて、そのまま初詣行きましたね。小鉄と一緒に。
え話してない。話してスパスです。えない。いやいや、覚えてました。何も覚えてないです。さっきこれも覚えてなかった。ですよね。せっかく同期と出かけたことみんなで出かけてんのに何も覚えてないです。なんかせっかくみんなに誘われてるのに、実はいてたんですよ、1日。はい。なやさんの風呂も覚えてないし。忘れてたよね。いや、覚えてました。その初詣のパターンは2人だったらどっちが誘うんですか？まあ結構いやなんか富岡八幡宮さんに行ったんですけど、はい節分とかで豆まきさせていただいたりとか結構お世話になってるんで、自分からこう行きたいなと思って、はい、2人で行こうっていう話になって行きました。でも小手さんは覚えて覚えてます。覚えてないじゃん絶対。そういえばお守りまで買ったんですけどね。2人でお揃いのお揃いではないか。まあでも結果一緒のやつだと、怪我しないように。ああなるほど。2人とも一応その負傷組のメンバー。そうですね。今年こそは怪我せず。頑張ります。ちなみに小手さんは膝の調子は？だいぶ戻ってきて、結構できてるんで、はい。いい成績残せると思います。ごめんなさい。ありがとうございます。最近、コメント欄で何でもできる新屋敷と言われている新屋敷さん。まあね。いやいや、そんなことないです、本当に。新屋敷さんは年末年始何を？何してたかな、年末大晦日はなんか本当掃除してたよな、2人で寝床のな。平和について語ってたんじゃないですか、2人で。それはちなみに誰と？酒井と、ああはい、気がついたら本当年越してて、年越した瞬間全然気がつかなかった。でもさ、みんなでさ、そば食べてる時に電話したんですよ、新屋敷さんに。出なくて、もう寝てんのかなと思ったら、上でなんか起きてた。もう普通に起きてたけど全然気づかなかった。電話してくれてたの？そば食べて。じゃあ、そば作らせようかなと思って。俺いいかどうそれで結局なやさんが作ったんですもんね。電話出ないんで、電話出なかったんで作りました。だから電話にもし出ていたら、作らされる羽目になっていたってことですね。出なくてよかったかもしれない。ある意味正解だったかもしれない。冗談です、冗談です。あの時には冗談です。できて品川の分もそば湯がいて皿に置いといたのに電話出ないから追加で食べた。電話出れないですって。どうした？ LINE は出れないようになってる。だからだ。通知が来ないようになってんだもん、夜中に。なんか誰かにされたみたいなバグでなってるみたいな。いいね、スマホをいいことでしたけど。使いすぎちゃうからね、アプリロックして電話に気づかないっていう。じゃあそれが31から1日になるってことですね。1日は1日と2日は何を？ 1日は2日は自分の知り合いの方のお家に行ってご飯食べて、おせちとかそういうのを食べて食べに行きましたね。1日は何もしてないな。1日は寝てたかな。いろいろそのお世話になった方とかお墓参りとか、そうですね。あとはもう
通に寝てゆっくり休んでみたいな感じですね。ゆっくりした正月でした。いいですね。大新会さんの年末年始過ごし方を教えてください。年末はですね、はいまあみんなより早く上行って上のテレビで NHK で「ゆく年来る年」ってあるじゃないですか。はいはいはい。自分あれ毎年見ながら年越すのがルーティンっていうか、今年のルーティンはそれを見ながらそれを見ながら年を越してましたね。で知り合いに挨拶その LINE とかで送りまくって寝ました。で1日は、まあ、お墓参り行って帰ってきてラーメン屋さん行って混ぜそば食って寝て牛丼始めしてきてで寝て2日目は寝てました。あ、そうですね、ネットフリックスはいはい。もう映画見まくったっす。ちゃんと休日してますね。寝て、映画見て、寝てみたいな。はい。じゃあ本当年末年始は自分のやりたいことひたすらにやれたみたいな感じですか？そうっす。もうほとんど寝てたんで寝正月ですね。しっかり休んでね、はい。初場所に向けてこう体力温存したというか。そうです。